それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは仕事運についてです。近未来と今の職業、環境があなたにもたらすこと、そして職場でのあなたの魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。ではこちらにオラクルカードすでにたくさん出していますので、こちらも合わせながら見ていきます。タロットカードで最初に出していきます。まず現状というところでもらっていきましょう。ではこのタロットから今の現状を見ていきます。今その職場で満たされている思いだったり、周りから大切にされているなっていうのを実感されている方多いのではないかなと思います。順調にいっているだったりとか、悩みはあるんですが、かといって今の職場を辞めて新しいところへ移ろうかっていうことはあまり考えていないのかなっていうのは出てきています。だからといってストレスがじゃあ全然ないのかって言ったらそうではないんですが、みんなで生み出すこの楽しさだったりとか、共有する思い、何かを作り上げたり目標を達成した時に楽しくね、みんなでやったねっていう風に喜び合えるような、そんな今環境に恵まれているなっていう風に実感されているような方が多いように感じます。現在転職を考えているという方も中にはいるかもしれないんですよね。今まで十分恩恵を受けてきたと、今の職場には感謝しているで、自分でさらなるこの成長を目指すために転職を考えている方もいるかもしれないですね。嫌だから辞めるではなくて、自分の次のステージのためにとか次の目標のために今いる場所をありがとうって感謝して次のステージへ行かれる方もいるかもしれません。どちらかというと今の職場すごく良好っていうのが感じられます。自然体のままでいられるとか、より自分の魅力を発揮できるような、そんな今の環境状況っていうのを感じますね。そして今ここで天気、運命の輪のカードが入っているので、ご自身にとっての分岐点に今立たれているような気がするんですね。不満があるわけではないんですが、より自分を高めるためにとか、そういうことを考えていらっしゃるかもしれません。こちらが周囲の状況を表しています。女帝のカードが入っているので、やはり自分を育ませてくれた環境とか、より豊かさをもたらせてくれた環境とか、資格取得につながったとか、昇格したとか、そのような経験をされた方もいらっしゃると思いますね。対人関係で悩んでいるっていう方も中にはいるかもしれないんですが、それが大部分を占めているというよりは、みんなで楽しくやっていますっていうのが感じられるんですね。あるとすればそこからの卒業でさらなる次のステージっていう感じもします。こちらソードの2番が入っていて、意見を交わし合うことっていうのがテーマになっているんですが、今の環境でご自身の中でもしかしたら見えていないところでお悩みが実はあるのかもしれないなっていうのはちょっとだけ感じます。何か我慢していたりとかするところがあるかもしれない、または今何か動き出すとか言い出すタイミングなんじゃないかというふうには出てきています。ではオラクルカードの方からカードを出していますので、あなたが今どんなことを例えば悩んでいるとか、ご自身でまだ実感されていない、まだ自覚されていないかもしれないんですが、心の奥底ではどういうふうに感じているのかっていうのも見ていっています。まずチベット構想のオラクルカードから2枚出しています。自信を持ってください、あなたはあなたのままでいいんですよということ。そして今日は自分のためではなく、身近なあの人のために行動してみましょう。そして愛を育むっていうカードが出てるんですね。この愛というのは恋愛だけではなくて、対人に対してだったりとか、ご自身のことに対して夢、目標とか自分のやりがいですよね。自分が愛情を注ぐものについてあなたが一生懸命育んできたんだよっていうことです。ここにも女帝のカードが出ています。絵柄としてはお腹に新しい命を宿した
女性の絵柄なんですが、これがあなたの才能を表しています。ご自身の中で才能を育めるような環境だったんだっていうことを表しています。でもう一方でここでタワーのカードが出ているので、あなたにとって実は今何か揺るがすような、例えば今の自分の立ち位置だったり今後の未来について考えるようなタイミングに来ているかもしれないっていうことをこのタワーのカードが告げています。これらのオラクルカードを合わせながら詳しく読み解いていきます。もし今現在あなた自身が悩みを抱えているとするのであれば、自信が持てないっていうのが一番入ってくるかなと思います。または自分らしくいられなくなってきた、前までは十分満たされていて、自分も周りもより成長できるような豊かな環境にいた、でもそこでもうフルの状態、いっぱいお腹いっぱいとか、もう目いっぱい頑張った、じゃあ次はっていうところに対してなんとなく未来に対して不安になってしまうだったりとか、今以上に自分らしさを発揮できないような状況にいるとか、タワーのカードが出てきているので、ご自身にとってとても良い環境だったんだけれども、それを一変揺るがすような状況が起こったとか、そのことにより目の前のことで精一杯余裕が持てないっていうことですね。またはいろんなことを考えていても実際に行動に起こせていない、頑張って今まで一生懸命あなたは育んできました。ですがそれが一瞬で崩れ去ってしまうような出来事もあったかもしれない、そんな方もいたかもしれません。衝撃が走るっていうことがありますね。この衝撃っていうのは積み上げてきたものが崩れてしまうというふうに感じてしまうような出来事が起きたっていう方もいれば、今まで積み上げてきたものを持ちながら価値観が変わって今いる環境に感謝しながら次のステージ、つまり転職とかそのタイミングに来ているんじゃないかなっていうふうに感じてらっしゃる方もいると思います。このタワーは崩れるだけではなくて価値観の変化っていうことも表しています。ただしこの変化によって今ご自身のことで精一杯っていうのも感じられます。あなたは今まで心の中で小さな愛、やりがい、才能、自分がこうしたい、大事にしているもの、職場に対する価値観だったり、そのようなものをとても大切に少しずつ育んできたのではないでしょうか。そしてこれから自分がどんな風に成長していけばいいのかっていう未来に対して考えていたり、そしてそのことに対してのサポートが現れるよっていうのがこの愛を育むっていうカードから示唆されています。これからの未来について協力者または相談に乗ってくれて応援してくれるような、中には引き抜きとかスカウトっていうのもあるかもしれません。現在の職場であなたは少し自信をなくしてしまうようなことがあったかもしれません。自分らしさを発揮できていないというふうに感じているかもしれません。今は目の前のことに追われていて心の余裕が少しなくなってしまっているような、考えることがあっても行動に移せずどこかもどかしさを抱えているようにも感じます。もし強いて何かをあげるとするのであればやはりここかなと思います。じゃあその職場が全くダメなのかとか周りの人が全然ダメなのかといったらそうではないと、愛情を持って接してきたし感謝しているって、そういうところも出てきてはいます。頑張って積み上げてきたもの、これからこの先それをどう生かしていこうかっていうことを具体的に考えたいというものを感じました。また中にはこの衝撃だったり価値観の変化によって不安が生じたり混乱したり、また過去にあった失敗トラウマということが蘇った方もいたかもしれません。ですが同時にそれを乗り越えたい、立ち直っていきたいっていう再生復活への願いも心の奥底で芽生えているように感じました。そのお気持ちが回復への鍵となっていきます。ですのでそのお気持ちを大切に抱きしめていてください。この突然の衝撃に驚いたり怖いなと思ったり悲しみで心が揺れ動くこともあったかもしれません。または価値観が変わったってどちらかだと思います。そんな状況でこれから先やっていけるかな、立ち上がっていけるかな、どうしようかなっていうふうに不安になっていたり、でも大丈夫です。あなたの中にはその場所から再び立ち上がる強さがしっかりと備わっています。
心の中で少しずつ愛や希望、そして自分の才能を育んできたあなたは、それを周りと分かち合ってさらに大きく育む力を持っています。そしてこれからは協力者も現れる暗示が出てきていますので、この未来立て直しとか価値観の変化によってより良い未来を切り開いていくことができるというふうにカードから出てきています。あなたが抱えている悩み事は決して小さなものではないです。それでも足元を見てみてください。すでに新しい花が咲き始めています。焦らず自分を信じて一歩ずつ進んでいきましょう。これからのあなたはもっと自分らしく心から満たされる日々を迎えることができます。抑え込んでいたものを抑えなくてもいいんだ。もっとより自分らしく生きられるような選択をする道を選ばれるんじゃないかなと思うんですね。今の職場でより一層自分の魅力、才能を開花させていくのか、またはここで価値観が変わり、ありがとう、感謝しています、ここまで自分を大きくしてくれてありがとうっていう気持ちを持ちながら転機を迎えて次のステージへっていう風な方もいると思います。自信を持ってください。ありのままの自分でいることがより良い未来を切り開く鍵となっていきます。はい、では近未来の流れ見ていきましょう。今の現状、そしてあなたのお悩みっていうところも見ていったんですが、そうですね、もしかしたら今は自分のことで精一杯な状況になってしまったっていうような方もいるかもしれません。今まで職場とうまくやっていたり、自分がより大きく成長できる場所であったっていうのは感じていらっしゃいます。ですが、じゃあこれから先っていう風になった時に、本当に今現在何か揺るがすようなもの、出来事があった方っていうのは、そのことに対してどうしようかってことを考えているでしょうし、または価値観が変わったっていう方に対しては、今の職場にとどまるかどうかっていうことを考えている方もいると思います。ただあなたには育む自分の才能や周りに感謝するお気持ち、そしてあとは自分の後輩とか新人さんを育む、教育するっていう力をサポートする力がありますので、その力を別のところで発揮するっていうようなチャンスがやってくるかもしれません。ではこの後の動きを、お仕事の流れをタロットでまた出していきます。それでは職場での近未来の流れ見ていきます。お仕事運ですね。カードの説明です。ワンドの4番ジャッジメント、ワンドのエース、この3枚というのがこれから1ヶ月おきの近未来の流れを表しています。1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後です。そしてこちらがペンタクル9です。こちらがカップの7番、そしてペンタクルの7番です。このカップの7番が周囲の状況を表しています。そしてペンタクル7番はあなたの現時点での課題、そしてご自身の中でどう捉えているかとか、何をするべきかっていうことを表しているカードです。そして今こちらに伏せているカード、まだ見えてはいないんですが、こちらがアドバイスカード、そしてこちらも同じくあなたが対応していくためにっていうことで、この課題に対してどう取り組んでいくかっていうことを表しているペンタクル9のカードが出ています。こちらで見ていきますね。まずこの3ヶ月以内の流れ見ていきましょう。とても穏やかなものであり、そしてそこから情熱、新しい始まりというワンドのエースが出ているので、3ヶ月後新しい始まりや取り組みが行われると思います。それは転職される方であれば、新しい働き口で新しいスタートを切るという可能性も大いにあります。やる気がある、情熱を持って取り組めるような環境にいるということです。で、今の環境でとどまるよっていう方に関しても、新しいプロジェクトに参加するとか、ご自身の中でこの職場の中で新しい役割を任される、新しい仕事、計画がスタートするっていうこのスタートのカードが入っています。そこに対してご自身も目標を定めて取り組んでいけるっていうのが出てきていますので、ここすごく順調に流
流れていきます。どんな時でもあなたが育む、気持ちを育むとか、どんなことがあっても対応する、自分自身の中の積み上げてきて今まで頑張ってきたものが経験となって生かされるからこそ、うまく流れていくんだよって、対応していけるんだってことが出てきています。もしあなたが抱えている悩みや不安、誰かに対して言えなかったことっていうのも言えるチャンスが訪れます。そのことによって調和が取れるとか、価値観変わってしまったことに対しては自分自身の中で新しい価値観を持ってまた新しく取り組んでいけることができるですし、今崩れてしまってどうしよう、不安とか揺らいでしまったものがもしあるのであれば、自信がなくなってしまったとか、そのようなことがもしあるのであれば、それは復活を遂げることができる、つまり自信を取り戻すことができるんです。この一番最初の1ヶ月目、ワンドの4番っていうのは安定とか安心とか、あなたが安らげる場所、それを再認識するようなことが訪れるのではないかなと思うんですね。今の職場にとどまるとするんだったら、やはり周りからのサポートを得るとか、温かいな、周りの人、職場の人、みんながあなたを包み込んでくれる、やはり自分はこの職場にいようと思って心機一転頑張ろう、新しい仕事も任された。これから3ヶ月後と言いますと、ちょうど年度末の切り替えのあたりですね。この3月ぐらいになると、よしまた新しい年へ向けてとか、新しい年度に向けて目標を立ててスタートしていくんだっていう気持ちになります。転職される方も、このすぐにねお仕事が決まるだろうっていう風にジャッジメントのカードが入ってます。このカードは嬉しいお知らせっていう意味もあるので、吉報がやってくるんですね。今の職場に感謝しながらも、ご自身の中で心身を癒しながら次の職場へ目指していく。2ヶ月目で転職が決まる、そして3ヶ月目でスタート、そのような順調な切り出しっていうのが見えています。どちらの形を取るにしても、ご自身が今いる職場に感謝しながら次のステージへ向かうとか、今の職場に感謝しながら自分の中で新しい目標を設定してさらなる高みへと今の職場で頑張るなど、すごくいい状況だなというふうに思います。では周りの環境というのはカップの7番が出ています。なので選択なんですね。いろんな選択肢がこれから目の前に現れてくるでしょう。だからこそバランスをとっていきながらも、ご自身で何をつかみ取っていくのかとか、何を決断するのかっていうのを決めていくような段階が訪れている、まさに今訪れているかもしれないし、この1ヶ月以内にそれを決めるとか、2ヶ月目ですね、ここで大きな決断とか切り替わりっていうのが訪れると思うので、2ヶ月以内にはこのたくさんある選択肢からあなたが何かをつかみ取っていくっていうのがね、答えを見つけるっていうことの流れになっていくんじゃないかなと思うんです。そして障害課題のところでも、やはりここ見直しです。今まで自分が育んできたこの成果物ですよね。一生懸命手にかけて育ててきた自分の才能や環境、今後について見直すんです。今の出来栄えはどうだろうか、どうしたらもっとより良くなっていくんだろう、自分には向上心がある、もっとより良くしていきたい、だから決めていくんですよね。多分あなたの前にいろんなオファーだったりお話、お誘いとか、それは転職かもしれないし、同じ職場の中でこういうお仕事やってみませんかとか、今この部署にいるけどこちらの部署に移動してみませんかとか、そのようなお誘いがあるかもしれません。その中で自分の中でどれだったら自分ができるんだろうとか、どれをやりたいと思えるんだろうとか、多分やりたいなと思う方に向かって物事は流れていくので、ご自身のお気持ちを大切にしながら自分の気持ち優先にしていってください。そしてあなたには十分に才能、魅力、周りから愛される魅力ですね。それも一つの才能なんです。愛され力がありますから。あと培ってきた経験や技術、知識もあります。それを十分に生かしてこれからご自身の未来を選んでいくような流れになっていきます。どの道を選んだとしても、あなたが自分の今まで培ってきたものを、経験を生かしていきながら選んでいくからこそ、3ヶ月後または2ヶ月後にはぐっと答えが決まって、より良い流れ、より良いスタートを切っていくことができます。ということで、素晴らしい流れになってるんじゃないかなと思いました。ではこの後
あなたが今の環境または新しい環境に身を置くという方もいらっしゃるかもしれませんが、この3ヶ月後、その時の環境があなたにもたらすことや、あなたが職場にもたらしている魅力などもお伝えしようと思います。こちらのオラクルカードを出してみています。ラッキーナンバーやラッキーカラーも出していますので参考にしてください。まずラッキーカラーはピンクです。桃色。花が咲き誇り、幸福という実がなると出ています。成功を一つ収めるんじゃないか。特に2ヶ月目3ヶ月目あたりが大きな成功をつかめるチャンスです。花が咲き誇りとあるので才能開花、またはこのピンクっていうと桜の色を思い出しますよね。桃とか桜です。なので2月3月4月あたりですかね、このあたりがすごくあなたが幸福感に包まれているということ、一つの実績を残しているだろうということが伺えますね。ラッキーナンバーは6です。あなたがどんな選択をしても周りと調和してうまくやっていけるので安心してください。たとえ何かが変わるようなことがあったとしても、あなた自身は変わっていません。または価値観が変わったとしても、それを吸収して新しい自分として確立させてスタートを切っていくことができます。そしてあなたは自分の人生をコントロールする必要性を手放していく。こうしなければいけないとか、こうコントロールしようっていうふうに思わなくなる、より自然体でいられるようになるんじゃないかということですね。自分が一番コントロールしようとしていることが一番の痛みを引き起こす。大きく息を吸って吐き出して、人生をコントロールしようとすることを手放していきましょう。大きく息を吸う、つまり新しいことを吸い込んで、そしてもう自分の中で不要になったものを深呼吸とともに息とともに吐き出していく。そうすると自然と手放しが行えます。自分にとって必要なものだけが残っていきます。そしてトラスト、信頼のカードですね。あとはアドバイスカードです。カップの3番が入っていましたね。はい、どんな道を選んでもあなたはやはり周りの人に恵まれているし、楽しい職場であなたが活躍できるっていうことが言われています。またコミュニケーションも活発になっていくので、新しい学びを得るとか、そうですね、人からもたらされるものっていうのが十分に受け取ることができるので、これをぜひ生かしてご自身の中で次なるステージや次のステップアップを目指していかれるといいんじゃないかなっていうことを、すごく楽しい流れになっていますね。癒しと楽しさが同時に訪れています。心も安定しますし、今以上に安定していきますし、楽しさも今以上に溢れてきます。喜びの春っていうのを感じます。この3ヶ月後のその時にいる職場で今以上の自信を持っていくために、まず今の自分を信じることが大切になってきます。運命はあなたを最善の方向に導いています。どんな状況でもあなたの成長につながっています。たとえ思い通りにいかないと感じる時でも、全ては大きな調和へと、最終的にはうまくいくと信じてください。ラッキーカラーの桃色はあなたの内面の優しさや幸福感を引き出してくれる色です。身につけることで自分にも周囲にも穏やかな雰囲気をもたらし、関係性をより良いものにしてくれるでしょう。またラッキーナンバーの6は調和と行動を象徴しています。今は周囲をサポートしたり積極的に行動を起こすことで、あなたの魅力や実力がさらに輝く時期です。さらに自分の人生をコントロールしなければと思い詰めるのを手放してみてください。人生はあなたを支える大きな流れの中にあり、すべてが完璧なタイミングで進んでいます。深呼吸をして、すべてうまくいくと心の中で繰り返してください。それだけで不安やプレッシャーが軽くなっていきます。あなたの道はすでに光に向かっています。焦らず信じて自然体で歩みを続けてみてください。では選択肢からお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。こちらは火のエネルギーですね。あなたがクリエイター、活力や情熱を生み出す力があるということを表しています。
あなたの職場での魅力というのは情熱と活力にあふれた人であるということです。あなたは職場に熱い情熱の火を灯す存在です。あなたが持っている火のエネルギーは周囲に活力を与えて新しいアイディアを生み出すきっかけとなります。その情熱は大胆さを持ち合わせ、現状に刺激を与えるだけではなく、周りの人々に勇気を与えます。あなたの存在はまるで暗闇を照らす灯火のように、誰かの目標や夢をもう一度燃え上がらせるきっかけとなるのです。はい、ここにもジャッジメントのカードが出ています。あなた自身が再スタート、復活、吉報だけではなくて、それをね受け取るだけではなくて、あなた自身が周囲にもたらすかもしれません。そんなきっかけがあるかもしれない。周りの人にあなたがいたから勇気をもらえたとか、頑張ることができたんだっていうような嬉しいことを聞かされるような、そんな2ヶ月目になるかもしれないですね。未来においてあなたの持っている火のエネルギーはさらに大きな役割を果たしていきます。時に古いものを燃やし、新しい始まりを切り開く力を持っているあなたは、職場における変革の中心となっていくでしょう。困難な状況が訪れた時も、その日はあなたの何事にも屈しない魂を映し出して、周囲に希望と再生の可能性を示していきます。あなたの魅力はその創造性の中にあります。アイディアがひらめいた時のきらめきや情熱を注いでいく姿は、まるで炎の踊りのように美しく、人々の心を引き寄せます。そしてあなた自身もまた火の鳥フェニックスのように、幾度も新たな自分に生まれ変わる力を秘めています。もしも今情熱の灯火が少し揺らいでいるのであれば、キャンドルの炎を見つめてください。その静かに揺れる光から心の中に新しい火種を灯していきましょう。あなたの作り上げていく未来、炎は周囲に影響を与えるだけではなく、未来をも変える力を持っています。燃え盛る情熱とあなたの中に宿る力を信じて進んでください。その輝きがきっとあなたの道を照らしていくでしょう。自分を信じて、そして周りを信じて進んでください。何か我慢したりとか、こうしなければ、こうならなければいけないなど、がっちりと固める必要はありません。あなたらしく、あなたらしいこの灯火でね、灯火を灯していきながら、うまく流れていくでしょうね。この温かい火のカードも入っていますから、あなたには温かさ、ぬくもり、新しい始まりを象徴する活力というものが魅力としてもうすでに現れているんですね。それをうまく活用していけるような近未来の流れになっています。ラッキーカラーやラッキーナンバーなども取り入れていきながら、今後より良い流れになっていきますように応援しています。今回は仕事運について、近未来と今の環境があなたにもたらすものや、あなた自身の魅力、あなたが職場に対してどんなことをもたらしていくのかということをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは仕事運についてです。近未来の行方と今の職業、環境があなたにもたらすこと、そして逆にあなたが職場にもたらすことや、あなたの職場での魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードでまずは今の現状を見ていきます。はい、この4枚と、あとはですね、こちらの2枚も合わせて見ていこうと思います。お気持ちが揺れているっていうのがここの第一印象として入っています。ただし、じゃあとても今の環境が悪いのかって言ったらそうではないというふうに出ていますね。
ラバーズのカード、カップの7番、カップの2番、ワンドの3番と出ていて、あなたが何かを選ばなければいけないとか、そういう状況にはいるというのは出ているんですが、周りとうまくコミュニケーションが取れていたりとか、あなたとこの唯一無二のパートナーといいますか、今この仕事運で見ていますので、仕事において何を自分が優先させていくべきか、自分のやりたいことっていうことを一番優先させていきたいっていうのが出ています。今回仕事運で見ているので、でデスとペンタクル4番のカードも出ています。自分自身の中で再復活というか、もう一度自分の中で自分の気持ちを見返してみて、今の職場がまたは今の環境が自分にとってベストなのかどうかとか、自分にとって大切なものは何だろうかとか、多分収入ではなくて居心地のいい場所を求めていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。何でも話せるような、頼りになるような方が欲しいなとか、そういう存在、お互い支え合えるような存在がいたらいいなとか、そうですね、悩み相談したりとか、たわいない日常でもこういうことがいいねとか、こういうことあったねとか言い合えるような仲間っていうところを求めているところもあります。そして今の現状に対してまだ少し悩みっていうのがあるので、果たして今の職場で自分の気持ちが満たされていくんだろうかとか、願い、望みとか、あなたの望みというのは働きやすい環境です。それが叶うのかどうかなとか、そういう相手がいるのかどうかなっていうところを今少し考えていたりとか、またはもう現在ね、ビジネスパートナーのような心の支えになるような職場の仲いい人がいるっていう方に関しては、この人がいるから今の仕事働いていけるけど、もしこの人がいなくなってしまったら今の職場から変えようかなっていうふうに思っている方もいるかもしれない。未来の展望についてっていうことで、まだ具体的に思い描けていないところがある。例えば今この収入としては満足いくものではないけど、仲間に恵まれているから今の職場でやっていこうっていうふうに思っているか、またはその逆ですね。この収入としてはいいんだけれども、この自分の中でやっぱり気持ちいいですよね。通い合わせられるような仲間がいないから違うところへ切り替えていこうかなとか、終わりと始まりを表すですのカードが入っているので、何かを終わらせて新しく何かを開いていく、スタートさせていく必要があるんじゃないかって自分の中で感じてるんです。それが今ひょんなタイミングでやってきたんじゃないかなっていうことです。なので中には今転職したばかりですとか、新しい環境に身を置いたばかりっていう方もいるかもしれないんですよね。お仕事辞めましたとか。なのでその方々にとっては今新しい環境に身を置いた時に、この心を通い合わせられるような、自分が安心して落ち着いて働いていけるような、またはワクワクして毎日楽しいって仕事楽しいって思えるような環境かどうかっていうことを考えているような気もするし、あなたが一番大切だと思ってるのは周りとのつながり、コミュニケーション。自分が思いを馳せてドキドキしてワクワクして目標に向かって取り組んでいけること、それに向かって一緒に取り組んでいける仲間がいること、これが一番働きやすい環境なんじゃないかなと思うんですね。収入が高いから多少人間関係バタついても我慢しようとか、そういうところではないと思います。どちらかというと自分の気持ちが安心してとか安定してとか、あとは自分が働きやすい環境、人間関係ですね、そこに重きを置いているように感じます。今悩みがあるとするんだったら、対人関係、または今の職場に対しての悩み、この職場でいいのかなとか、または新しい職場に移ってきたけどここでうまくやっていけるかなっていう、そういうところなんじゃないかなと思うんですね。今までの自分のそうですね、この転職した方もいるかもしれないですね。本当に価値観がガラッと変わるような出来事があって新しい環境に身を置いたっていう方もいるかもしれないし、その前後にいると思います。今まさに転職考えようと思っていたんですとか、転職したいんだけど仲いい子いるからどうしようかなって思ってるとか、この自分の中の古い価値観を今ここに置いていって新しいスタートを切るべきかどうかっていうことでちょっと揺れている。ただし大事なことは自分の働きやすい人間関係である、そんな環境で働きたいっていうのが一番なんじゃないかなと思いました。はい、ではこちらのカードタロットや
オラクルなどを使って今現在のあなたのお悩み、またはまだ潜在意識といいますか、心の中に眠っている、本当は抱えているものっていうのを表しているカードを出していますので、こちらから見ていきます。まず、その人を愛せないまでも傷つけようとする心は捨てましょう。チベット構想のオラクルカードから2枚もらっています。あなた自身の誰が自分を大切にできるのでしょう。そしてこちらは許可というカードと、タロットカードからは力のカードが出ています。それぞれから読み解いていきましょう。もしかしたらあなたは周りの人のために自分を犠牲にしてしまいがちなところがあるのかもしれません。または周りから頼まれ事を言われていてノーって言えなかったり、それはあなたがとっても優しい方だからなんですよね。周りから見てもあなただったらいいよって言ってくれるだろうっていう風な、ついついね軽い気持ちでお願いできますかっていうことを頼むんですが、あなたの中では本当はね断って、今日早く帰りたい、今日イベントがあるって思ってたのに断れず、はいやりますよとか私に任せてくださいってついつい言ってしまうところがあるんじゃないかなって思ったんですね。または職場に苦手な人、または気を使いすぎている人がいるようにも感じるんです。もしここに当てはまる方は、やっぱり自分が心置きなく話せる相手を求めている傾向があると思いますし、気遣いたくないなとか苦手な人がいるんだったらその人から離れたいなっていう気持ちもあると思うんですね。どちらかかなと思うんです。とにかく対人関係っていうのが大きなキーポイントに入っているかなと思います。責任感もすごくあなたは持っていますし、そのことに対して自分がやらなきゃいけないんだっていう風に感じてしまったりとか、時々そのプレッシャーに押しつぶされそうになっているような、そんな中あなたはやってきたんだっていう道のりが見えてきています。そしてこの許可っていうカードは、日頃から何々しなければいけないと思うことがあるのではないかっていう風に尋ねているんですね。そんな義務は存在しないんだ。あなたはもっと自由で思うままに生きていくことで真の自分として輝くことができるんですよっていうふうに言われているこの許可のカードです。現在の職場であなたは周りの人のためにと自分を後回しにしてしまうことが多いように感じます。優しすぎる性格のため無理難題を押し付けられても我慢しなきゃと思って耐えてきたかもしれません。そんな中で苦手な人や気を使いすぎてしまう相手との関係に心が少し疲れてしまっているように見えます。それは自分に課された期待や責任に押しつぶされて心が疲れ果てている状態です。自信を失ってもう無理と諦めそうになる心が現れているかもしれません。実は潜んでいるんですが、無理に頑張っているような姿も伺えるんですよね。本来の力を思い出し、この今ダメだ無理だって思っている中から希望を見出していくことで再び立ち上がっていきます。自分をもっと大切にしましょう。他の人の期待に応えようと頑張るのは素晴らしいことです。ですがそのために自分を犠牲にしすぎては心が疲れてしまうんです。ありのままの自分でいることをもっと自分自身に許してもいいです。そう願っているのではないでしょうか。ありのままの自分でいられるような環境で働きたいと。あなたは何でもない顔をしてすごいことをやり遂げる力を持っています。しかし時にはプレッシャーに押しつぶされそうになる時もあるでしょう。そんな時は一度その重荷から離れてください。あなたの中にはしなやかで諦めない心があります。未来を自分の手で切り開いていける力がすでに備わっているんです。自分自身をもっと信じて、無理をしすぎず、心の声に耳を傾けてみましょう。あなたには明るい未来と無限の可能性が広がっています。どんなプレッシャーを感じても自分のペースで歩み続けてください。職場の方々からは優雅な姿とか力強いあなた、たくましさっていうのを感じられます。このフィギュアスケーターのようにこの優雅さ、可憐さ、上品さっていうのが伺えるんですが、その一方でこのフィギュアスケーターっていうのは氷の上を滑らかに滑る意識をすごく集中していますし、体も鍛え上げていますし、
並大抵の努力ではないですよね。氷の上を滑って軽やかに技を披露していくというのは。なので見えない努力、隠れた努力をされている方だと思うんですよね、あなたが。その頑張りが周りの人に認められてはいるんですが、時々頑張りすぎていませんかっていうような、そんなカードも出てきているので、どうでしょうかと、今一度自分の心を見返してみてくださいと。そんなにね頑張る必要ないんですよっていう風に出てきていますね。あとはご自身が今の現状に対してどう感じているのかっていうところをもう一度見てみてくださいという風にカードからのメッセージが入ってきています。多分ひょんなことから自分の価値観が変わるような出来事だったりとか、周りからもたらされる影響としてこのデスのカードも入っているので、実は今目に見えてこないだけで水面下で変化していることが訪れているのだと思います。あとはですね、今感じるのが目に見えないことの変化なので、まだ表に出てきていないんだけど、体調の変化っていうのも感じられます。体調を崩す前兆が今見えているとか、あとはですね、会社大きな全体での流れの変化が今起きようとしているかもしれません。会社のルールが変わっていくとか、制度が変わるとか、そうですね、会社の中の制度ですねが変わっていくような、そんな気もしますね。今までずっと続いて定期的に行われていたものがガラッと変わるようなこともあるかもしれません。ではこちらのオラクルカードからラッキーカラーやラッキーナンバー出していますので参考にしてください。ラッキーカラーはディープレッド、紅色です。溢れんばかりの生命の輝き。そうですね、やはり体調不良が少し心配だなと思いました。はい、なので突然の変化なので、いきなり風邪をひくとか、突然アレルギー反応が出てくるとか、今になってっていう風なことが出てくるかもしれないので、体調だけチェックしてくださいと。そこだけ慎重にセルフケアを行っていってくださいということと、ラッキーナンバーは13番です。はい、あとはメッセージです。豊かな宇宙で暮らしているあなたは十分に豊かさを手にしているということ。嬉しい驚きでいっぱいになってしまうほど豊かさが人生に流れ込んでいることに目を向けてみてください。あなたはこれから大きな豊かさを手に入れます。はい、アクセプタンス重要です。受け入れる、受け入れましょうって、ありのままの自分を受け入れましょう。もし悩んでいるとか、ここに対して不満を持っているとか、そう思ってはいけないって思う必要ないんですよ。あなたはありのままの自分で十分素晴らしい存在なので、その自分を受け入れてください。悩んでいる自分とか、立ち止まっている自分、頑張りすぎてしまう自分ですら認めて受け入れましょう。私って頑張りすぎてしまってるって、ついつい引き受けちゃってる。たまには今日は早く帰りますって自分を優先してもいいんですよっていうことです。今の職場で自信をより持っていくためにということで、こちらのカードを出しているんですが、こちらと合わせてタロットカードも展開していこうと思います。まずはカードを先に整理していきますね。そうですね、少し体調の変化だったりとか、あとは今まで自分がこうだっていうふうに思っていたものに対しての移り変わり、変化が訪れそうですね。未来に対して迷っていたことが一つ方向性が定まってくるのかもしれません。今考えていることを感じていること、対人関係とか、あとはご自身に対して我慢していたことを我慢しなくてもいいんだっていう風に吹っ切れるような、そんな軽いお気持ちでこの先の未来、近未来迎えていくような流れも感じますし、また今仲間が欲しいとか頼れる人が欲しいと思っている方は、そのような相手に巡り合う暗示も出てきていますので、今いるかまたはこれから現れるかっていうところで、このパートナーシップ、つながりっていうカードが出てきていました。何かね、誰かのために選択するっていう未来も伺えます。いずれかの形に当てはまると思いますが、ここの皆様該当するのはパートナーシップ、つながり、人間関係っていうことです。ではタロットカードを使ってこれから先の近未来の流れ出していきます。
はい、ではこちらで見ていきます。カードの説明です。エンペラー、ソードの7番、ラバーズ、はい、2枚目ですね、ラバーズ。そしてペンタクルナイト、ソードの2番、ペンタクル8で、こちらは伏せていますがアドバイスカードです。こちらが1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後の流れですね。そしてこちらがアドバイスカードと対策と、こちらが今現在の課題障害っていうところ、こちらが周囲の状況を表しています。周囲の状況、あなたとバランスが取れてはいるんですが、一方でこの制限とか抑え込んでいる感情っていうのを感じるので、やはりね、この人間関係に対してどちらか一方が我慢を強いられていたりとか、またそのことによってね、保たれている関係性っていうのもあるんです。お互いここはね、言わないでおいた方がうまく丸く収まるんじゃないかっていうことで、少し離れたところからなんとなくうまくやろうかなっていう風なお気持ち、周囲の状況っていうのも浮かび上がっていますし、それでうまくいくこともあれば、もうちょっと言ってもらった方が助かるんだよねっていう風にお互い思っているようなところもあるのかもしれません。そして今現在のあなたの課題っていうところで、ペンタクル8、これは毎日励むこと、取り組んでいくこと、精一杯日々頑張っていくことだったり、その道を極めるっていうカードです。コツコツ頑張っていきましょうっていうふうによく言われるカードですね。ここが今現在の障害、そしてそこに対する対策として、十分あなたはそれができる力を持っています。自分から前に向かって進んでいく力を持っているんですよって、粘り強く諦めず毎日やること、たとえそれが同じルーティンだったとしても、あなたはそれがいいっていうふうに思えるのではないでしょうか。ただしそれは自分が安心した環境とか人間関係の中で働いていくのであれば、それは十分に自分はやっていけるんですっていう自信があるというのが出てきています。なので環境さえあなたの満足いくものになれば、あなたは一生懸命仕事に取り組んでいて、これね、昇給っていうのも表していますから、その道のプロとか資格取得だったりとか、昇給っていうのも夢ではありません。可能でしょうっていうふうに、近未来ですよ、はい、可能ですっていうのが出てきています。ではこの3ヶ月以内の流れで見ていきましょう。少し不穏な空気を感じるのがここの2ヶ月目ですね。ソードの7番のカードです。これはそのやり方っていうことに対してどうかなっていう、いろんな方法を模索してあなたが選び取ったその道は果たして周りから見てどういうふうに思われるだろうかっていうことで、ここもね、その周りのことが関わってくる可能性があるかもしれません。またご自身の中で思うのは、やはり人間関係とか対人関係が一番いいところっていうのを感じるので、それが今の環境で叶わないんだったら、じゃあもう一人でいいや、今の職場で一人で誰にも気を使わずやっていこうっていう道を選ぶとか、またガラッと変えようかなって、職場を変えようかなって、自分が毎日楽しく一生懸命働けるような、そんな場所、または自分の特技や経験、資格を活かせるような他の仕事に移ろうかなっていうことを考えている方もいるかもしれない。ここね、このやり方の変化っていうのを感じます。今の環境に対して対人関係ですねが大きなポイントで、そこに今満足いっているという方は今の職場で頑張り続ける道を選ぶ可能性が高い。だけれども、でも今の人間関係、職場であまり満足いっていないっていう方は、ここで変える、変化をするような気がしますね。そしてラバーズのカードは今回ね、つながりやコミュニケーションとともに選択も同時に取っていきます。これが2枚出てるってことは、かなりあなたの中で重要視していることなんじゃないでしょうか。職場から離れたくても離れがたい、かけがえのない仲間がいる、だから離れられないとか、または逆でそのような相手を求めているから今の職場から変えていこうっていうふうに思っているか、誰かパートナーやつながりのためにっていうことを大きく考えているように感じますね。はい。なのでこの3ヶ月後には一つの選択っていうのができると思います。環境を変えるのか、今の対人関係を取っていくのかっていうことで選択するっていうような流れですね。で、2ヶ月目が少し気になるところではあるんですね。
でまず1ヶ月目がエンペラーなので、まず今いる場所で頑張ってみようかなとか、また逆に自分の持ち味ですね、特技、趣味、あとは資格、私しかできない資格とか才能っていうのがもうすでに持ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。例えて言うんであれば、国家資格で例えば看護だったりとか美容の資格持っていますとか、その資格を生かして自分で違う道、今の職場とは違う職場で働こうかなって思い始める頃、またはその今の職場で道を極めようって思うのか、どちらにしろこの3ヶ月間少し迷うかなっていうところがありますね。少しここに対してカード足していきましょうか。先にアドバイスカードめくっていきます。アドバイスカードはカップのキングですね。支援者が現れるというふうに出てきています。こちらでも出てきていたんですが、あなたを支援してくれる人が現れるでしょう。どちらかにもよるんですよね。今現在このあなたを支援してくれる人だったり、あなたが頼りにしてるって思っている人が、心強い人がもし現在いるんだったら、やはりその人があなたのことを導いてくれるだろうし、今の職場にとどまっているにしろ助けてくれるし、または新しい職場に行ってつながり、人間関係を求めたいっていう方に対しては、新しい職場であなたにとってすごく頼りになる、もう心地よい上司とかですね、カップのキングなので、働き口が見つかるんじゃないかなと思います。とにかくコミュニケーションを潤滑にさせたいんだと。タワーのカードですね。補足で出したカード、2ヶ月目、大きな何かね、こう揺るぐようなことが起きそうで、そうですね、周りとのバランスをちょっと見たいんですね、今回ね。そしてあなたが環境さえ整えば、あとはもう自分がね、そこに地に足をつけて取り組んでいけるんですっていうことはもうここで出てきているので、問題は環境ですね。今の環境があなたにとってどんなものなのかっていうことが少し気になります。満足いっていますっていう方は大丈夫です。このまま何があったとしても、あなたはここに地に足をつけてコツコツと真面目に取り組んでいかれて成果を出すだろうっていうことが言われています。ただ今の関係性、人間関係ですねに満足いっていないっていう方は、やはり自分の中で変化っていうことが促されてくると思います。周囲の状況として促されてきます。周りから感じる圧、ストレスによって体調不良を起こしやすい。それによって見直すのかもしれない。お休みするとか、あとやっぱり仕事変えようかなっていうふうに思う方もいるかもしれないですよね。あなたにとっての転機は2ヶ月目です。その時にどの道を行くとか、どんな方法をとって自分にとってね、ベストな道を選んでいくのか、周りとのバランスはどうかっていうことで、かなりここ揺れるんじゃないかなっていうのが出てきてます。ただタワーが出るから、じゃあ周りとの関係性のバランスが保てなくなるのかとか、何かがダメになってしまうのかとか、そういうことではなく、新しい始まり、何かそぎ落とされる、またはご自身の中でそぎ落とそうとするのではないかなと思うんですね。よりクリアにしていく自分の心を、何が自分にとって大事なのかもう明確に出てきています。これを優先的に考えた時に、自分が取るべき行動はっていうことで大きな変革を起こすとかね、例えば職場で大事な人がいる、その人を守るために行動に移すのかもしれないし、またはそういう相手を求めてあなた自身が職場をガラッと変えるような、そんな行動を起こすのかもしれません。3ヶ月後、ここもコミュニケーション、つながりと選択を表しているので、今の職場にとどまっているにしても、この強力なパートナー、心地いい人間関係であれば、あなたはそちらを取って今の職場で頑張っていくだろうし、また今頼れる人がいないのであれば、その方々を求めて環境を変化させていくのではないかなと思います。はい、ということで、この2番さんはどうしても対人関係やコミュニケーション、パートナー、頼れる人、つながり、大事な人っていうのがポイントになってきます。あなたが求めているとか、今心に残っているのもそのお相手の存在だったり、探し求めている相手、人間関係が自分にとって心地よい環境であること、
っていうことですね。もう一枚見て詳細を見ていきましょう。ソードのエースですね。ソードのカードが多いですね。もし気をつけて言うのであれば、気をつけることとしてはご自身の言動っていうところですね。はい、その人を認めようとしなくてもいい、優しくしようとしなくてもいい、だけど傷つけようとする心はそぎ落としていくこと、自分自身を大切に優先させてください、そんなメッセージもあったので、ここで決断とか勝利とか勇気を持って動き出していく、自分の新しいスタートへ向けてっていうカードなんですね。あなたが2ヶ月目どんな方法を選んだとしても、それは自分にとってベストな決断だったんだって思えるような3ヶ月目になっていくと思います。この決断でよかったんだ、または3ヶ月目の決断に向けて2ヶ月目すでに新しいスタートを切るというふうに出てきていますね。たくさんある選択肢、周りのことも考えなければいけない、その周囲の状況、職場、いきなり辞めますっていうわけにもいかないので、前もって2ヶ月目あたりで辞めますっていうことを言うような大きな典型を受けるのかもしれないですね。そのような流れになるかもしれません。自分の中の大きな見方や価値観が変わるようなこと、ただし根底にあるここですね、自分の心が満たされるような環境で働きたいっていうことは変わらず持ち続けていきながら、ご自身がどう選択されていくのかっていうことが2ヶ月目大きな分岐点になってくると思います。このあなたが望む環境にあれば、ご自身のこれからのレベルアップとか、毎日一生懸命取り組んでいけるっていうことは力は備わっていますから、あとは環境次第っていうのが出ていますね。で、どんな環境になったとしても、ここ支援者が現れるので、今の環境で働くにしろ変えるにしろ、必ずあなたの望むような対人関係でのあなたを守ってくれるような環境での働き方ができると思います。では改めてこちらのカードを見ていきます。ラッキーカラーとラッキーナンバーも参考にしてください。このディープレッド、紅色はあなたのラッキーカラーです。この色は華やかさと落ち着きさを併せ持ち、あなたの内なる情熱や力強さを引き出してくれます。疲れを感じたとき、迷いが生じたとき、この色を身につけてみてください。きっと気持ちが前向きになって自信を取り戻すことができます。ラッキーナンバーは13です。これはあなたがこれまで積み重ねてきた努力がもうすぐ実を結ぶことを示しています。今のあなたに必要なのは自分を信じて一歩を踏み出すことです。成果はすぐそこまで来ています。その時にはどうか自分を褒めてあげてください。また豊かさはすでにあなたの周りに流れ込んでいます。目の前にある小さな幸せやチャンスに気づいてください。受け入れる心が解放感をもたらし、解決策を引き寄せます。今を受け入れることで物事は驚くほどスムーズに進んでいくでしょう。あなたには情熱や努力、優しさが備わっています。それらがある限りどんな困難も乗り越えることができます。自信を持ってあなたらしい道を進んでください。ではこちらのお選びいただいたオラクルカード、こちらから職場でのあなたの魅力をお伝えしていきます。こちらは純粋な意図を表すカード、つまりあなたは純粋な心を持つ人として周囲から見られていますし、その純粋さがあなたの魅力です。あなたは職場において誰もが心を奪われるような純粋なエネルギーを持つ存在です。そのまっすぐな意志と心は周囲の人々に刺激を与え、自然と新しい可能性や挑戦へと導いていきます。あなたの持つパワーは型にはめられたものではなく、むしろ本能的で心の奥底から湧き上がるものだからこそ、その姿は美しく人々に感動を与えるのです。あなたの魅力は飾らない自然体の中に輝いています。無理に自分をよく見せようとするのではなく、あなたのありのままの姿が人々に安心感と勇気を与えています。その素直なエネルギーは周囲を照らす太陽のようであり、一緒に働く人々に新たな活力を与えています。未来においてあなたのその力はさらに多くの人々に影響を与えるでしょう。あなたの純粋な意志と感情は職場に新しい風を吹き込み、
古い習慣を壊していきながら、希望に満ちた新しい道を切り開いていきます。誰もが気づかないような可能性を見抜き、それを形にするあなたの能力は周囲にとって計り知れない価値となるのです。そしてその過程であなたに触れた人々は、自分自身の中に眠っていた力を呼び覚まされ、変化する勇気を手に入れるでしょう。さらに、あなたは感情に対してとても敏感で、丁寧に向き合う力を持っています。もし悲しみや不安、怒りのような感情が湧き上がったとしても、それを押し込めるのではなく、心の声を聞いて深い癒しと成長へと変えていける。その姿は周りの人々にとって希望と学びの象徴となるでしょう。あなたの存在は職場に新しい活力と可能性をもたらすだけではなく、そのまっすぐで自然な魅力が周囲の人々を勇気づけます。どうか自分を信じて、その輝きをさらに広げてください。あなたが形作る未来は間違いなく多くの人々にとって宝となっていくでしょう。はい、というメッセージでした。ご自身の光を信じてください。そしてもう間もなく豊かさがさらに手に入ってきますよということ。それはこの心強い支援者ですね。やはり優しい方、自分と同じ価値観で同じ気持ちで仕事に取り組めるような温かい存在、その方からのお声掛けがあったり助けが入ると思います。キーポイントとなるのは、ターニングポイントは2ヶ月目です。今の現状と照らし合わせて、そして2ヶ月目に決断する、流れを変えるような出来事があると思います。気をつけていただきたいのは体調面ですね。心身のバランスをチェックしてみていただけたらなと思いました。今回は仕事運について、近未来の流れ、そして今の職業、環境があなたにもたらすこと、そして逆にあなたが周囲にもたらすあなたの魅力についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは仕事運についてです。近未来の流れと今の環境があなたにもたらすこと、そしてあなたが職場にもたらしているあなたの魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。では早速タロットカードを使ってまず展開していきます。はい、こちらから見ていきます。今現在の現状、そしてあなたと周囲の状況についてのバランスっていうところを見ているんですが、まさにここにジャスティス、バランスのカードが入っています。これがあなたを示すところ、ペンタクル2番、こちらが周囲の状況でソードの6番、そしてこの周りとあなたと今課題として捉えていきたいところにソードの2番が入っています。そしてこちらがアドバイスカードがバランスなんですね。今その変化っていうのを迎えようとしています。あなたとしては臨機応変に対応していきたいっていう柔軟さを持っているんですが、周りとうまく噛み合っていけるかどうかっていうのが大きなポイントになってきます。自分の力をうまく発揮できるんだろうかとか、あとは周りとうまくやっていけるかなとか、そういうことも考えてるし、新しい次のステージっていうのも感じるので、あなたの中で何を一番にしてるのかっていうところがポイントになってきます。中には今の職場で頑張りたいんですっていう方もいるでしょうし、ただしその中でもこの職場の中が変わっていくっていうのがあるんですね。制度が変わるとか、職場の場所が移動するとか、あなたにとって同じ職場だったとしても変化が見られます。人の入れ替わりっていうのもあるかもしれないんですよね。その中でどんな風にバランス取りますかっていう風に、ここが全部バランスを表すカードなんですよ。それは情報とか仕事量とか言葉、コミュニケーションのやり取りとか、または何がいいとか悪いとか価値観だったりとか、そのあたりのバランスですね。全部このバランスとか
そこが大きく関わってくるかなと思うんですね。今現在あなたがもし悩んでるとするんだったら、周りに対して自分がどう評価されているんだろうかとか、あとはそうですね、やはりバランス、均正、公正、公平とか、例えば給与に見合ったような仕事量じゃないなかもしれないし、どこに対してこのバランスが乱れているなっていうふうに感じているのかなっていうところ、ここが全体的に3番さんの特徴としてバランスっていうのが出てきます。中には新しい次のステージへ動こうかなってあなたが感じてるかもしれない。時と場合によってはね、自分の中で転職もありかなっていうふうに考えていたりとか、まだ表には出していないんですよ。あなたも転職しますとか辞めますとか、新しい仕事に行こうかなってふっと考える時もあるんだけど、今のところでもやっていけなくはないなって思っていたりとか、また今現段階でお仕事新しく探していますとか、もうすでに転職考えているんですっていう方は、やはり自分が次なるステージへっていうところに向けていろんなことを考えている。で、バランスなので自分の中で大事なものがいくつかあると思うんですね。例えばお給料と仕事量だったり、お給料と休日は絶対土日休みがいいよねとか、いや夜勤や日勤が重なって交互になってもいいからお給料取っていきたいとか、このあたりのバランスを自分の中でどうね消化させて次のステージへ行こうかなっていうのを考えてらっしゃるんだと思います。3番さんの大きなテーマはバランスですね。これも調和を表しているので、周りと仲良くやって楽しい環境でというよりは、ご自身にとってのバランスなんじゃないかなと思うんですね。お金と休みの感覚だったりとかなんじゃないかなと思います。遊ぶ時間も欲しいし、ゆっくりと休む時間も欲しいし、仕事にはなりたくないので、仕事も大事だし、もちろん生活するための収入も欲しいしっていうところで、ちょうど良い塩梅でやっていけたらいいのかなっていうふうにご自身の中で思われているところがあると思います。でもちろんね、今の職場でうまくいっていますよって、うまくやってるんですよっていう方も中には見受けられると思うんですね。はい、3番さんはバランスっていうのがテーマとして入ってきました。ではここでオラクルカードを使って今現在のあなたが抱えているお悩みとか、周囲に対してどう感じているのかとか、または今自分自身でも気がつかない深層心理のところでどんなことを考えているのかっていうテーマ出していますので、こちらから見ていきます。まずチベット構想のオラクルカードより、変わるべきは相手ではありません、周りではない、あなた自身だということ。そして他人にではなく、もっと自分に注意深くあるべきですという2つのメッセージがあります。周りのことを気になっているなっていうふうに思っていらっしゃるかもしれません。一生懸命ねバランス取ろうっていうふうに思って意識的に働いていらっしゃる方もいるかもしれませんね。ご自身の中ではあくまでも自然体に振る舞っているつもりなんですが、実は奥底で抱え込んでしまっている、ストレスになってしまっているようなことがあるのかもしれません。あとは無期限の幸せ。これね、期限っていうのが、あなたは期限こだわっているんじゃないんですかっていうふうに言われているカードなんですね。その期限っていうのは、実はあなたが思ってるほど短期間ではなくて、もっと長い目で見て期限なんてないんだよっていうことを表しているカードなんです。つまりあなたが何かを保っていくために、これって一時的なものなんじゃないかとか、このバランスが保てているのはそう長くは持たないんじゃないかっていうふうに思っている、どこかが期限っていうのがあるので、今働いている環境が期限付きの場所なのかもしれないし、期限っていうのが入ってきますね。期限とバランス。タロットカードからはこちらつられ人のカードですね。こちらサーカスのブランコにつられているこのね、サーカス芸人の女性の絵柄なんですが、このカードもね、このつられ人のカードなんですが、少し慌てたような困ったような表情をしていますね。こちらにも注目していただけたらなと思います。もしあなたが今の現状にお悩みがあるとするのであれば、周りからの評価が気になるとか、周りが変わってくれたらもっと自分もうまくできそうだなとか、周りがうまく潤滑に流れていくのになっていうふうに感じていること、些細なことでも気になってしまう。
とか、そういうことかなと思います。またはあなたのところに情報がたくさん集まってきているような気がするんですよね。いろんな人があなたに今日こういうことがあってとか相談されることもあるだろうし、この人がこういうこと言っていたんだってとか、そういう噂話が流れてきたりとか、またはいろんな会社の情報ですねをやり取りしているような、そんな気がしたんですね。なのでたくさんある情報の中で、今自分の中であれもこれも大事だからどうやったらうまくやっていけるんだろうとか、一つに絞れないとか、そう迷いっていうのも出てきているようにも感じます。そして自分自身の中でどんな働き方をしたら自分の未来より豊かになっていくんだろうかっていうことを考えた時に、その幸せな未来っていうのが訪れるのか、また訪れたとしてもそれがいつまで続くのかっていうことに対して、未来に対して不安に思っているような節もあるように感じたんですね。だけどこのカードはこの期限にとらわれないでくださいねっていうことを伝えています。そしてこの言いたいことを飲み込んで、周りの意見に笑顔でうなずいている。否定されるくらいなら自分を見せない方がいい。だって嫌われるのは耐えられないからっていう、このつなれ人のカードのメッセージとして入っています。決断するのはとっても苦手、ついつい誰かに頼ってしまう、そして気がつけば身動きが取れなくなっている。自分を信じる勇気も必要です。あなたの中に本当の答えがあるからっていうことを教えてくれているんですね。ノーと言えずに身動きが取れない。このカードにはサーカスで空中ブランコに下がっている女性が描かれています。こんなにすごい技を披露しているのにもかかわらず、その顔に浮かんでいるのは得意げな表情ではなく、戸惑いや不安です。自らの意思でこの仕事をしているというよりは、気づいたらこうなっていたという印象です。あなたは自分自身で物事を判断したり決断することが苦手なのではないでしょうか。奉仕の精神、優しさがあるんですね。優しいことっていうのはとても素晴らしいことなんですが、自分の意見を言えないために誰かの周りの人の意見にね流されてしまったりとか、時には思っていない状況に追いやられてしまうことがあったようにも感じます。しかしあなた自身が本来持っている魅力は直感力にあります。あなたが持っている素晴らしい直感力というのは、すべての答えは外側、周りからの情報ではなくて、自分の内側、心の中にあることということをもう一度教えてくれます。今が真の勇気を持つ時なのかもしれません。今のあなたはおそらく自分に自信が持てなくて、周りの人に自分の意見を伝えるのが苦手、または我慢しがちな状態なのではないでしょうか。このソードの2番が抑圧を伝えています。あなた自身の持っている持ち前の直感力や情報収集する能力を生かして周りをサポートする一方で、サポートする能力はすごく高い。その一方で周囲に流されやすくて決断しづらい。そこでストレスを抱えやすい傾向があるように感じたんです。自分らしさや心の強さを求めて、それで葛藤が生まれているように感じました。あなたの職場での悩みは、周囲からの評価が気になりすぎてしまうことかもしれません。あなたはとても繊細な方です。だからこそ、些細なことでも敏感になってしまって、自分のやり方ではなく、周りの目や意見に合わせてしまうことが多いのかもしれません。または、うまくやろうと、バランスを取ろうと努力しているようにも感じます。その結果、時には、周りがもう少し自分に合わせてくれたらもっとうまくやれるのにと感じることもあるのではないかと。しかしこの状態はあなたの本当の力を制限してしまっています。実はあなたには人をサポートする才能や情報を上手に収集し使いこなす力が備わっています。そして全ての答えはあなた自身の心の中にあります。あなた自身が自分の直感を信じ、こうしたいと思うことを選んでいく勇気を持つ時が今やってきています。今少し立ち止まって自分の気持ちを素直に感じていくことで、本来の自分らしさと幸福感を取り戻すことができます。私は自分を信じ、幸せな未来を切り開く力を持っていますと心の中で宣言してみてください。きっと明るい未来を、明るい一歩を踏み出せるはずです。はい、ということで今のあなたの現状と、あと
お悩み、もし今感じていなかったとしても、心の奥底にあなたが今抑え込んでいるお悩み、感情っていうのをカードから聞いていきました。周りの人に振り回されることなく、もっと自分の奥底、心の声に耳を傾けてくださいっていうこともメッセージとして入っていました。ではこれから近未来のお仕事の流れ、仕事運っていうところで見ていきます。でも大丈夫ですよ。あなたが意識しなくても、自然とあなたは自分の心の声に従って、これからご自身の未来を切り開いていく柔軟性を持っていますので、しっかりと地に足をつけて責任感を持っていきながらも柔軟に対応していけます。物事は自然にバランス、均衡が取れていけます。またあなたの素晴らしいところっていうのは、やはりこのバランス感覚ですよね。柔軟に対応するところ、時々その周りの意見に左右されてしまうというか、優しすぎるからなんですよね。周りに対して気遣いしてしまって、しすぎてしまって、ついつい我慢してしまうようなところもあるんですが、あなたがいるからこそ均衡が取れていること、均衡が取れている職場だったりもするんです。はい。ではもう少しこれから先の未来見ていきましょう。はい、ではこちらで見ていきます。今伏せているのがアドバイスカードです。そしてこちらが1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目の運勢と、あとこちらが周囲の状況、あとこちらが今あなたにとって課題点とか押さえておきたいポイント、それに対する対応策ということで出しています。まず見ていきましょう。1ヶ月目ソードのキング、2ヶ月目ワンドの5、3ヶ月目ペンタクルのエース、周囲の状況はカップの3番です。そして今現在押さえておきたいポイントにワンドの8、そしてそこに対する対応策にワンドのエースというふうに入っています。これで見ていきますね。まずワンドの5番っていうのがこの2ヶ月目にあるので、転機が訪れるとかターニングポイントとして抑えるのであれば、ここの2ヶ月目かなと思います。均衡が保てなくなってくるというふうに出てきています。そしてですね、今バランス取れているような職場環境、またはご自身の心持ちとか状況だと思うんですが、これが乱れやすくなるとか、集中力が低下してしまうようなこと、または周囲が争い事が起きてそれに巻き込まれる可能性が出てきます。ただその場合、周囲の状況っていうのはカップの3番なので、もし周りで対立が起きたとしても、あなたの味方はいるよっていう風に出てきていますから、孤立することはないです。ただ周りがやっぱりバランスが乱れてしまうので、この人とこの人が争っている中でどうしようかっていう風に、あなたとその周りの近しい人々が困ったねっていう風に話しているような、そんな2ヶ月目になるかもしれないし、これは職場内だけではなくて、もっと大きなところであなたの会社と競合の会社っていう風に見ることもできます。取引先との相手との、関係性が乱れていくとか、障害が起きるようなことだったりとか、競う争うっていうことも表しているので、そうですね、ライバルの会社と競い合っていくような、そんな中で少しバランスが取りづらくなっていくような環境になっていくとは出てきています。ただこの2ヶ月目、少し厳しさを感じるかもしれないんですが、周りの人っていうのが仲間がいるよっていう風に出てきているので、決してあなたは孤立しないし、支えてくれる人もいる。そんな中、3ヶ月目に一つ成功とか収穫を得ることができますよっていうペンタクルのエースが入っているので、周りの助けをもらっていきながら、あなたが、このバランスっていうのが周りの揉め事かもしれないし、あなた自身の中の集中力の低下かもしれないんですよね。自分の心がざわざわして落ち着かないとか、モチベーションが低下しちゃうとかかもしれないので、そこに対しては周りの人が助けてくれて、自分らしさを取り戻して落ち着いて物事に取り組み始めていけるとか、
また逆に2ヶ月目であなたが必死に頑張ることによって、戦い抜くことによって、ここで3ヶ月目結果をもらえるよっていう風に出てきてるんですね。それは臨時収入かもしれないし、あなたにとって幸運ですね、恵みですが訪れます。1ヶ月目もソードのキングが出てきているので、あなたにとって苦しいような状況がもしあったとしても、それをあなたが必死にこらえるとか、その中でどうしていったらいいんだろうっていうような英断、正しい判断ができる時でもある。またはね、自然の中で身を任せておいて状況を見ようかなとか、自分がこう手を出したり口を出したりしなくても、周りがうまく静かな状態で静観してるというか、周りの状況を落ち着いて見ながら取り組んでいこうかなって、その時々に合わせて動いていこうかなっていうふうに静かに周りを見渡しているような1ヶ月、必要があれば自分が動いていくし発言していくしっていうスタンスは取っていきながらも、ぐいぐい前に出ていくというよりは落ち着いてゆっくりと静観しているような感じもしますね。そして2ヶ月目がちょっとバランスが乱れるとか、そういうことが起きそう。集中力が低下するというよりは頑張るっていうような感じも強いんですよね。モチベーションが下がるとかではなくて、あなた自身が今の状況を打開しようと思って一生懸命取り組む、またはお仕事に精を出すような気がします。誰にも負けないように自分で一生懸命頑張ろうっていう風な気持ちが、そこが豊かさを引き寄せるんだ、成功を呼び寄せるんだっていう風に言われてるんです。こちらが障害ですね。ワンドの8なので急展開を表すんですね。思わぬところでいろんな頼み事とか依頼とか仕事が舞い込んできそうなんですね。そこに対してもワンドのエース、あなたは取り組んでいけますよっていうのが出てきてるから、モチベーションの低下というよりはモチベーションを持って取り組んでいかれるんじゃないかな。あれもこれもやらなきゃいけないことたくさん出てくる。仕事の中だけでは収まらず、家のこともとか家族のこともとかプライベートのことも全てひっくるめていろんなことがやってきて、慌ただしいな、バタバタしてるなっていうような忙しいような2ヶ月目っていう感じです。だけどご自身の中でモチベーションを保っていきながら、頑張るぞっていう気持ちを持ち続けてこらえて頑張ってきたからこそ受け取る3ヶ月目の豊かさっていうのが出てきますね。3ヶ月目になるとようやく落ち着くかなっていう感じがします。いろんなことがやってくるのは1ヶ月目、2ヶ月目のあたり、特に2ヶ月目がピークです。で、そして疲れてしまってモチベーションダウンというか、休み欲しいなとか、いやちょっとゆっくりしたいんだよねとか、そういう気持ちが少し芽生えてくると思うんですけど、でもここは自分しか自分の力で何とかしようっていう気持ちが高まっていくんじゃないかなと思います。応援してくれる人もいるし、頑張ってって言ってくれる人もいるから、またはね、周りでも揉事があったとしても、自分は自分のやるべきことを一生懸命やろうっていうふうに、その場その場で今できることを一生懸命やろうっていうふうに思うことで、3ヶ月目より大きな豊かさがあなたに舞い込んできますとか、しっかりと受け取れるんですっていうのが出てきているんですね。なのでこの2ヶ月目乗り越えた先には大きな豊かさが待っています。または落ち着いた時間とか休暇かもしれません。ゆっくり休めますよっていうのが出てきています。周りの人が応援してくれるし楽しいし、いっぱいで働いて疲れたから今夜飲みに行こうよとか、そういう楽しいお誘いもありそうなので、周りとはうまくやれるんじゃないかなと思います。はい、ではここで、ラッキーカラーとラッキーナンバーアドバイスもらっていきます。ラッキーカラーはディープグリーン、深緑。ここもバランスですね。バランスが取れ反映するです。たとえ今バランスが取れないことが今あったとか、2ヶ月目に起きたとしても、最終的にバランスは取り戻され反映、これも繁栄なんです。ペンタクルエースは繁栄を表しているので、繁栄しますよっていうことが言われています。ラッキーナンバーは5番です。はい、集中力を切らさずにやっていけるでしょう。そしてメッセージカードです。私は体の知恵に耳を傾ける。はい、自分自身の体にね、サインが送られてくると思うので、自分の体のサインを見逃さないでっていうことでしょうか。
そして体はメッセージを伝えようとしている。体が伝えることに耳を傾けてください。完璧なメッセンジャーでいてくれることを体に感謝しましょう。はい、体のリズム、あとは不調のサインとかを見逃さないように、癒しのカードも入っています。ヒーリング、みんなで癒し合う。だから仲間が癒しの存在としていてくれるんじゃないかなっていうことも表しています。または周りの職場の方々から最近大丈夫、眠れてるとか悩み事ないとか、その何気ない一言が実はあなたの体の不調を教えてくれるサインになるかもしれないので、周りの人々の声にも耳を傾けてみてください。はい、そしてアドバイスカードがジャッジメントのカードです。これは吉報または復活とか再スタートなどを表します。頑張ってきたことにおいて一つ大きな喜ばしい結果をあなたが受け取ることができるっていうことが言われていますね。だからあなたが一生懸命頑張ろうとしているのかもしれません。1ヶ月目はどうすればより良い3ヶ月後を迎えることができるかっていう計画を練ったりとか、情報を集めたり、持ち前の収集力の力でより良い情報をゲットするのかもしれません。それに沿って動いていくこと、それによって大きな結果を受け取ることができるというふうに出ています。2ヶ月目キーポイント、折り返し地点なので、ここで資格取得に取り組もうっていう方もいるかもしれないですね。その合否の結果で嬉しい結果が訪れるっていう場合もあります。ではこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。深緑はあなたのラッキーカラーです。この色は心を穏やかにして安定感を与えてくれます。植物に触れたり深緑のものを取り入れることで自然の安心感が得られるでしょう。緊張や不安を感じる場面でもリラックスした気持ちで取り組めるはずです。ラッキーナンバーの5はあなたの夢や目標が現実に近づいていることを示しています。今は安全な場所から一歩を踏み出すとき、周りの意見を受け入れつつ行動を起こすことで理想が形になっていくでしょう。成長を楽しみながら進んでください。またご自身の体が伝える声にも耳を傾けてください。体はあなたに大切なメッセージを届けてくれています。無理をしていないか、癒しが必要な部分はないか、自分をいたわる時間を大切にしましょう。癒しを受け入れることで心も体も元気を取り戻し、次の挑戦へのエネルギーが湧いてきます。あなたは癒しと成長の力を持っています。自分を大切にしながら一歩一歩進んでいけば理想の未来に近づけるでしょう。どうか自信を持って進んでください。光に照らされて仲間たちに囲まれたあなたの様子が描かれています。それではお選びいただいたオラクルカード、このカードからのメッセージをもらっていきます。これは新しい可能性の道を切り開くというカードです。まさに職場の方々にとってあなたは新しい可能性を秘めた人として魅力が映っています。あなたはまるで光そのもののように職場を照らし、新しい可能性への扉を開く存在です。あなたの中にはリーダーとしてのカリスマ性と世界をより良い方向に導く力が秘められています。今という時代は古い価値観が解体され、新しい意識が芽生えるこの転換期。その変化の中であなたは周囲を鼓舞し、次の時代を切り開く先駆者となっていくでしょう。あなたの魅力はその鋭い洞察力と周りを思いやる深い愛にあります。あなたは自分自身の成長を追い求めるだけではなく、周囲の人々にも新しい視点や生き方を示していきます。その姿は人々に勇気を与え、自分も変われるんだという希望を抱かせてくれるのです。未来においてあなたの歩む道は多くの人々を引きつける輝かしいものとなるでしょう。あなたが自分の可能性を受け入れて進む姿は、そのまま周囲の人々にとって進むべき道の指針となります。人々はあなたの行動から変化を恐れるのではなく、それを楽しみながら進む力を学ぶでしょう。そしてあなたの率直な言葉と行動は職場だけではなく、より広い社会にもっと大きな影響を与えることになります。もし今までの自分にしがみついている気持ちがあるなら、それを優しく手放してみてください。あなたの中には古いものを超えて新しいものを受け入れる柔軟さと決意が備わっています。
そしてその変化はただあなた自身のためだけではなく、周囲の人々の成長を促し、より良い未来を作る力となるでしょう。あなたの魂の物語はまだ始まったばかりです。その旅路は出会うすべての人々にインスピレーションを与え、次の時代を生きる力となります。どうか恐れず、自分自身の声を信じてください。あなたのリーダーシップと愛の力は職場にとってかけがえのない宝であり、その影響は長く続いていくでしょう。何か社会的な影響を与える力を持っているというメッセージがあったので、今の職場にからね、またさらに大きな世界であなたの影響力が響き渡るような、そんなことが近々訪れるのかもしれません。幅広いところにあなたの力が影響されていく、良い意味でね、影響されていくよっていうふうに言われていることと、あなたにはリーダーの素質があるということもこのカードが示しています。昇給のチャンスに恵まれるかもしれません。今回は仕事運について、近未来の流れ、そして今の環境があなたにもたらすことや、職場でのあなたの魅力についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。仕事運について、近未来の流れ、そして今の環境があなたにもたらすこと、あなたの今抱えているお悩みや、まだ浮き彫りになっていない深層心理のところ、そしてあなたが職場に与えているあなたの魅力について、それぞれ細かくお伝えしていきました。近未来の流れは3ヶ月後までの流れを出しています。参考にしてください。そして今回は共通メッセージで、こちらのカードから共通メッセージもらっていこうと思います。ガイドブックを使ってメッセージもらっていきます。今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。少しシャッフル続けていきます。私事ですが、体調も回復してまいりまして、先日まで喘息の咳だったりとか鼻声が続いていて、お聞き苦しいところもあったんですが、申し訳ありません。だいぶ回復したのではないかなと思っております。ではカードをもらっていきます。はい、こちらのカードですね、1枚もらっていきましょう。これからメッセージをもらっていきます。コントロールしないというカードです。こちらから、メッセージをもらっていこうと思います。ガイドブック使っていきます。生きているとどうしても何々をしなければならないと思うことがありますよね。また人に対して〇〇をしてほしいと思うこともあるでしょう。もしそういう思いがあるのなら、今すぐすべて宇宙に返し委ねてしまいましょう。感覚としては空に思いを放り投げて見送り、自由に抱かれる感覚です。宇宙はいつも最適のタイミングで幸福へと導いてくれます。真のあなたの姿は何にも束縛されない極めて自由な存在です。何もコントロールせず、されることもなく、気の向くまま思うままに生きていってよいのです。コントロールしない、Do not control。カードのアファメーションもあります。私は自分が思うままに自由に生きていくことを許可し、幸せになります。このアファメーションを唱えることで、ご自身の引き寄せの、言葉にもつながっていきます。ご自身のより良い運気を引き寄せていくために、今このアファメーションを唱えてみてください。今回はこちらの共通メッセージをお伝えしていきました。お仕事となりますと、これからの生き方について考えたりとか、2025年はどうなっていくんだろうかとか、その世の中の流れに合わせて自分たちの働き方がどう変わっていくんだろうかとか、見直そうかとか、また今の職場でよりよく成していくためにはっていうことで考える方もいらっしゃると思います。今の自分のベストを尽くしていくために
っていうことで、皆さんがチャレンジしていかれるような年になっていくんじゃないかなと思います。その中で休む時もやっぱり必要ですし、その勢いに乗って今駆け抜ける時だっていう時もあるでしょうし、その1年目標を定めてどういう風にしていきたいのかっていうのを、今この2024年のこの年の暮れあたりにしっかりと目標を定めておいて、2025年年明けから良いスタートを切っていけるように心の整理整頓しておくことがおすすめかなと思います。今ご自身の中で縛られていることがあれば、それはそっと空に手放してくださいっていうことで、空に向かって手を広げるっていうこともいいと思います。冬の晴れた日に澄み渡った空気を思いっきり深呼吸して、自分は今新しいものを吸い込んでるんだ、新しいことを取り入れるんだ、豊かさを引き寄せて、そして不要になったものっていうのはもう二酸化炭素としてふーって吐き出していく、そういうイメージを持って深呼吸して両手を広げてみてください。そうすると自分の中で心と体がすっきりとすっと軽くなってくると思います。もし外でやりづらいっていう方は家のベランダでもいいですし、または日の光が入ってくるお部屋でもいいです。思いっきり手を広げて窓を少し開けて空気を吸い込んで、新鮮な空気を吸い込んで、自分は今新鮮なエネルギーを取り込んでるんだっていう風に意識されるとすごくすっきりすると思います。ぜひこちらもやられてみてください。はい、ということで今回は仕事運についてのリーディングでした。では残り2024年もあとわずかとなりますが、また来年2025年もどうぞよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ちらでした。